税理士が解説する旧統一教会解散命令と資産清算の全貌。世界平和統一家庭連合旧統一教会に対する東京高裁の解散命令決定。大きなニュースになりましたね。資産清算の手続きが開始されるということで、税理士という専門的な立場からこの問題を紐解きます。1、宗教法人の特権喪失とその実態。解散命令が確定し、宗教法人格を喪失することで、これまで享受してきた税制上の優遇措置は全て消滅します。具体的にどのような税金がいくら規模で発生しうるのか、税務の観点からシミュレーションします。固定資産税と指定格税の課税。これまで宗教法人法第3条に規定される境内地境内建物については、地方税法第348条に基づき固定資産税が非課税となっていました。対象物件の例、渋谷区小東の本部施設、全国各地の教会支部、研修施設、資産の付帯例、ヤフコメ等の不動産鑑定士の資産を引用すると、小東の本部約480、野更地評価額は約20億円強、東京都渋谷区の固定資産税率 1.4% と都市計画税率 0.3% を単純適用すると、土地だけで年間約3400万円程度の税負担が発生する計算になります。変化解散後は一般の土地建物扱いとなるため、清算完了まで、あるいは売却までの間、これら維持コストが教団資産を直接的に削ることになります。法人税の課税範囲の拡大。宗教法人は原則として寄付金、献金を不正回避などの収益には法人税がかかりません。現状法人税法上の収益事業34業種に該当する物品販売印鑑、他方等、教本などの利益に対してのみ、軽減税率 19% で課税されていました。解散後任意団体人格のない社団等となった場合、収益事業以外の取得についても課税対象となる可能性が極めて高くなります。特に、清算手続きに伴う資産売却益への課税が最大の焦点です。清算所得課税の議論。通常の株式会社であれば解散時に清算所得課税令は2年の改正前までの概念に近い残余財産に対する課税が発生しますが、宗教法人の解散に伴う資産処分において、含み益のある不動産を売却した際、その譲渡益に対して通常の法人税率実効税率約 30% が適用されることになります。源泉徴収と税務調査の厳格化。給与と報酬教団幹部や職員に支払われる給与、あるいは韓国の本部へ送金される経営指導料やロイヤリティ名目の資金について、所得税法に基づく源泉徴収がより厳格にチェックされます。税務調査の権限。宗教法人格があるうちは信教の自由を背景に、聖域に近い部分がありましたが、解散後は一般団体として国税局査察部、通称マルサを含むの調査権限が全面的に行使されやすくなります。収支報告義務と透明化。宗教法人法第25条に基づき、年間の収支計算書等の提出義務はありましたが、解散後は清算人弁護士等が選任され、すべての通帳、帳簿、領収書が裁判所及び監督官庁の管理下に置かれます。資産隠しの補足過去、オウム真理教の清算時にも問題となりましたが、関連会社フロント企業への不自然な貸付金や、海外送金履歴が税務当局によって精査されます。仮に実態のない経費計上が発覚した場合、重加算税 35%、40% の対象となります。2、経緯2025年地裁決定から今日に至る法的タイムライン。安倍晋三元首相の銃撃事件を契機とした調査開始から今日2026年3月4日の東京高裁決定に至るまでのプロセスを時系列で整理します。このフェーズを理解することは、清算手続きがなぜ今始まったのかを把握する上で不可欠です。2023年10月13日解散命令の請求。文部科学省は宗教法人審議会の全会一致の回答を受け、東京地裁に対して世界平和統一家庭連合の解散命令を請求しました。根拠。宗教法人法第81条第1項第1号法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、及び宗教団体の目的を著しく逸脱した行為。証拠。質問権の公式計7回を通じて収集された資料、及び民事裁判での組織的違法性を認める判決。2025年3月東京地裁による解散命令決定。約1年半にわたる非公開の審理を経て、東京地裁は解散を命じる決定を下しました。判断のポイント。1980年代から続く霊感商法や高額献金について、教団の組織的な関与を認定、被害規模が類例のない膨大なものであるとし、民法上の不法行為を主因とする初の解散命令となりました。教団の対応、即座に内容を不服として、東京高裁に即時抗告を申し立てました。2026年3月4日東京高裁の棄却決定。本日午前11時過ぎ、東京高裁は教団側の抗告を棄却し、一審の地裁決定を指示しました。決定の法的効力。宗教法人法第81条第4項に基づき、解散命令は広告裁判所高裁の決定によって直ちに効力が生じます。現状教団側は最高裁へ特別抗告を行う方針ですが、法律上この高裁決定によって教団は解散の状態に入り、法的権限は代表役員から裁判所が選任する清算人へと移ります。2026年3月以降清算手続きの開始。本日をもって教団は清算宗教法人という扱いになります。清算人の選任、
東京地裁が速やかに弁護士等の専門家を清算人に選定します。財産目録の作成。2022年3月時点で約1136億円とされた資産の現況を調査。債権届での報告。被害者を含む債権者に対し一定期間2ヶ月以上内に債権を届けれるよう官報等で報告します。重要な留意点。最高裁での逆転可能性。教団が最高裁に特別抗告をした場合、最高裁が憲法違反などを理由に原判決を破棄すれば解散命令は取り消されます。しかし最高裁への抗告は憲法判断が主眼となるためハードルは極めて高いとされています。このため実務上は本日を境に資産の凍結と分配に向けたカウントダウンが始まったと言えます。3、宗教法人法に基づく清算の実務と資産1000億円の行方。東京高裁の決定により宗教法人法第82条に基づき直ちに清算手続きが開始されます。1136億円。2022年3月時点とされる巨額資産がどのように調査分配されるのか、その実務を解説します。清算人の選任と権限。東京地裁は中立的な立場である弁護士等を清算人に選任します。権限の移転。代表役員田中富弘氏らの業務執行権は消滅し、清算人が全ての実印、通帳、不動産権利書を管理下に置きます。職務、現務の決了、債権の取り立てて、債務の弁済、そして残余財産の引き渡しです。資産の棚卸しと評価財産目録の作成。清算人はまず教団の全資産を洗い出します。不動産の現金化渋谷区小東の本部ビルをはじめ全国に点在する教会施設、合宿所、研修所千葉県一宮町などを売却し現金化換価処分を進めます。現預金の把握。国内の主要銀行口座だけでなく関連団体への貸付金や韓国の世界本部への送金履歴を精査し、不当な資金流出があれば不当利得返還請求等により回収を試みます。債権届出と被害者への分配。清算人は官報等で債権を届け出よと広告し2ヶ月以上の期間を設けます。優先順位。1、租税効果未払いの税金など。2、一般債権取引先への未払い金。元信者による献金返還請求権。被害者の立証。過去に示談が成立しているケースや裁判で勝訴している被害者は確定債権として扱われます。現在交渉中の被害者についても清算人が個別に債権として認めるか判断します。案分弁済。負債総額が資産を上回る債務超過場合、各債権者の債権額に応じて比例配分案分されることになります。残余財産の規則先。全ての負債を払い終えた後に資産が残った場合、その行く先は宗教法人法第92条及び教団の規則によって決まります。原則、教団の規則で定めた後継団体や他の宗教法人あるいは国国庫に帰属します。特例措置。今回被害者救済の特別措置法財産保全法の議論もあり、残った資産が安易に教団系団体に流れないよう裁判所による厳格な監督が行われます。税理士の視点資産隠しのリスクと補足。清算実務において最大の懸念は決定が出る前に行われた資産移転です。海外送金過去数年間に韓国本部へ送られた巨額の献金や経営指導料について清算人が差外行為取消権を行使し取り戻せるかが焦点となります。ダミー団体。宗教法人格を持たない任意団体やダミーの株式会社等に不動産名義を変更していないか、不動産登記簿の徹底的な調査が必要です。4、歴史解散命令の時系列と民法上の不法行為。日本の宗教法人制度において所轄庁が裁判所に解散命令を請求し実際に命令が確定した事例は極めて稀です。今回の決定がなぜ歴史的転換点と言われるのか、過去の2例と比較して解説します。過去の解散命令事例確定文。オウム真理教1995年10月東京地裁決定。理由、地下鉄サリン事件等の無差別大量殺人。根拠、刑法違反殺人罪、武器等製造法違反など。特徴、教団トップを含む組織ぐるみの凶悪犯罪が明白であり、決定まで約4ヶ月という異例の速さで下されました。明らかくじ2002年1月和歌山地裁決定。理由、組織的な霊感商法定額のお布施を強要する詐欺行為。根拠、刑法違反代表権を持つ総理らが詐欺罪で実刑判決。特徴、経済的搾取を目的とした活動が宗教団体の目的を著しく逸脱していると認定されました。今回の旧統一教会ケースの特異性。これまでの2例はいずれも刑事事件殺人や詐欺が立証の柱でした。しかし今回の決定は以下の点が歴史上初めてとなります。民法上の不法行為が衆院刑事罰の確定を待たず、民事裁判で積み上げられた組織的な献金勧誘の違法性を根拠に解散が命じられました。継続性と組織性の重視。2009年のコンプライアンス宣言も被害が継続している点。教団のピラミッド型組織において上位形で献金ノルマが課せられていた実態が宗教法人法第81条の著しく公共の福祉を害するに該当すると判断されました。解散命令制度の進化。質問権の行使。2022年文部科学省
が初めて質問権を行使し、行政罰過料を課しながら証拠を収集したプロセスも、今回初めて確立された手法です。財産保全特別措置法の成立2023年12月過去の事例では、解散命令が出る前に資産は散逸した反省から、今回は清算開始前に資産状況を報告させる等の監視体制が強化されています。税理士の視点で見れば、今回の決定は刑事罰がなくても、民事上の不法行為が度重なれば、宗教法人の特権免税措置等を剥奪できるという強力な先例を作ったことになります。5、解散後の任意団体化と先行するリスク。解散命令の確定は宗教法人の消滅を意味しますが、宗教団体の消滅を意味するものではありません。税理士の視点から、法人格喪失後の活動実態と、社会が直面する新たなリスクについて解説します。宗教法人から任意団体人格のない社団へ、解散しても、信教の自由憲法20条に基づき、団体としての活動を止める法的根拠はありません。今後は世界平和統一家庭連合という名称のまま、あるいは新名称を掲げた任意団体として活動が継続される見込みです。法的地位の変化、権利能力なき社団となり、不動産や銀行口座を法人名義で持つことが困難になります。代表者個人の名義や、関連する株式会社名義での資産運用にシフトする可能性が高いです。税制上の変化、前述の通り、全ての収益が課税対象となります。しかし、任意団体は法人登記がないため、税務当局がその活動実態や資金の流れを補足する難易度は、皮肉にも法人時代より上がります。懸念される見えないリスク、資産の地下先行清算手続きから逃れるため、あるいは課税を回避するために、信者の個人口座やフロント企業、海外のダミー団体へ資金を分散させる資産隠しが巧妙化するリスクがあります。布教活動の不透明化宗教法人という看板がなくなることで、逆に正体を隠した勧誘いわゆる正体隠し布教が、より一般的なサークル活動やビジネスセミナーを装って行われる懸念があります。殉教者意識の増幅信者が国家による弾圧を受けているという強い被害者意識を持つことで、社会との断絶が深まり、家庭内孤立や精神的なトラブルが深刻化する恐れがあります。社会的監視のあり方と今後の展望、解散命令はゴールではなく、適正な清算と監視のスタートです。清算人の徹底調査弁護士等で構成される清算人が、過去数年間の総勘定元帳や銀行振込明細をどこまで遡り、不当な資金移動を差し止められるかが、被害者救済の鍵を握ります。税務署のさらなる関与任意団体となった後の収益事業、あるいは代表者個人への利益供与に対し、税務署が通常の事業所と同様にあるいはそれ以上に厳しい税務調査を行うことが期待されます。法整備の議論今回の事例を受け、宗教法人の財務公開の義務化や、解散後の資産流出を阻止するためのさらなる法改正が必要であるという議論が加速するでしょう。以上、税理士の視点から旧統一教会の解散命令と資産清算について解説しました。お役に立てたら、いいねとチャンネル登録お願いします。